今回は雪の降っている田舎の情景を描いていきます。ポイントは民家の屋根に積もった雪をですね、浮かび上がらせる、ここにポイントがあろうかなと思います。頑張っていきましょう。まず画面を分割します。約3分の1程度のところに雪原の境目を入れましょう。民家の当たりをつけていきます。次に白抜き液で雪を降らせていきます。軒下に炭を入れていきます。民家の梁や柱を先にちょっと描いておいた方が感じが出ると思います。次に背景の樹木ですね。雪が降ってるのを想定して、抜き書きをしていきます。干木の表現ですね。
軒下に墨を入れていきます。裏山ですね。裏山の表現、筆を割って樹木が認識できるような表現をすると裏山の感じが出ると思います。民家の背景に淡木を入れて木の積もった屋根の表現をしていきます。刷毛は肩ぼかしですね。裏山の裾に墨を入れて山を表現していきましょう。手前の雪原ですね。肩ぼかしで手前から中央に向かってぼかしていきます。肩ぼかしの刷毛で木のアンジュレーションを表現していきます。空の表現ですね。薄い淡木であまりはっきり山を出さないようにすると感じが出ると思います。完成です。今回は雪景色ですね。懐に民家が数軒あるところに雪が降ってきているという想定です。まず民家に当たりをしました。そして次に最初に雪を降らしておきますね。白抜き液を網に粉を張ってそれを吹いて雪を降らしておきます。できるだけいきなりやるんじゃなくて歯切れかなんかで雪の粒の大きさと試しをしてから雪を降らせるといいと思います。次に樹木ですね。雪が積もっている樹木を描いてみました。雪のあるところは想定して墨を入れないように抜き書きをして漢字を出していきましょう。それから漢木ですね。漢木には筆を割って、そして漢木を書きました。次に民家の軒下ですね。軒下に墨を入れていきます。最初に柱だとか梁を入れておいて、その後で淡木で少し暗くしておきます。で次は裏山ですね。雪が積もっている中に樹木が少し形が見える程度に描きましょう。
民家の屋根に雪が積もっているところはですね、線は使わずに刷毛でバックを黒くすることで雪の積もった屋根を表します。屋根の雪の積もっている状態に線を使うとですね、やはりちょっと硬く感じますので、できるだけ肩ぼかしの刷毛面で雪の積もった屋根の表現をしてください。で、最後に樹木のあるところを中短木で表して奥行き感を出していきます。同時に山裾ですね、山裾にも墨を入れます。そして雪の雪面ですね、肩ぼかしの刷毛で雪のアンジュレーションを表現して、そして雪山の空にやはり同じように刷毛でぼかしを入れて完成という形ですね。皆さんもやってみてください。